まだ早いし、どこかへ行こうか。君の旅が病気や苦痛とは無縁でありますように。いいところに来たわね。ちょうど君にお願いしたいことがあったの。カルテを見たら最近再診を受けていない患者さんが何人かいて少し心配なのよ。過去に似たようなことはあったけど、こんなに一気に来なくなるだなんて初めてで。難病重症患者サポート会という団体を知ってる？ええ、私もそう思ってるの。病気を克服しようとしたり、そんな自分の経験を共有したりしている患者の活動を支え、励ましているのが一般的な支援団体よ。でもおそらくサポート会はそんな単純なものじゃない。私が見ている患者の何人かは難病重症患者サポート会に参加してから治療を拒否するようになったの。おかしいと思って当然でしょ。さらに怪しいことに、いくら聞いても誰もサポート会の詳細を教えてくれなかったの。だから君の手を借りたいのよ。危険なお願いのように聞こえるかもしれないけど、君がすべきことは簡単よ。サポート会の実情を調査して、一体何をしているのかを明らかにしてほしいの。もしサポート会が主治医である私に隠れて患者に害を及ぼすことをしていたら、黙って見ているわけにはいかないわ。この件、君に任せてもいいかしら。私は毎日この小さな診療所でたくさんの患者を診察する必要がある。君が手助けしてくれるおかげで安心して治療に集中できるわ。それじゃあお願いね。戻ってきたらちゃんとお礼をするわ。君を診療所で見かけたことがある。ナターシャ先生のところで雑用をしていたよな。スパ、なんだって？誰に話してるんだ？当ててやろう。再診を受けるよう説得しろってナターシャ先生から頼まれたんだな。はあ、それに何の意味がある？僕はもう末期だ。終わりだよ。もうこれでいいんだ。いや違う、本で読んだんだ。僕の容体にぴったりと当てはまる症状が本に書かれていたんだ。半分ほど読んだだけでも十数個は一致していたよ。こんな状態で再診を受けても時間とお金の無駄だろう。それに先生の薬も無駄にしてしまう。サポート会？何のサポート会だ？もうダラダラと話すのは終わりにしよう。実はお金がないんだ。ナターシャ先生はずっと後払いにしてくれているけど、僕はそこまで厚顔無知な人間じゃない。そんなこと君に言われなくても分かってるよ。説得は諦めろ。もういいんだ。はあ、前にバク先生に見てもらっていた時はお金がかからなかったのに。ナターシャ先生もいい人だけど、僕の中では彼こそ最も。ナターシャ先生のお兄さんのことさ。以前は2人ともリベットタウンで医者をしていたんだ。噂によるとバク先生は上層部にある医学院に通っていた頃から優秀で、大きな病院も彼を欲しがっていたらしい。なぜ彼がこの貧しい下層部に来たのかはわからないけど、純粋な善意に違いない。
何を言ってるんだ。バフ先生は貧しい人たちの医者だった。薬はいつも無料だったし、飲んだ後の体調も丁寧に聞いてくれていた。しかもその薬はバフ先生が自ら調合していたらしい。下層部では薬などの物資が不足しているからな。行けたら行きたいに決まっているだろう。だが噂によるとバフ先生はもう亡くなったらしいんだ。これから教えることは他の人には言うなよ。聞いたところによると、妹であるナターシャ先生がバフ先生の死に関わっているらしい。彼女はバフ先生が自分の患者を奪ったことに嫉妬していた。だから小耳に挟んだだけだ。僕だってナターシャ先生がそんなことをするはずがないって信じてる。もういい。これ以上話すことはない。ナターシャ先生がわざわざ人をよこしたんだから言う通りにするよ。後で病院に行く。また会おう。さっきの患者は経済的な理由で再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。何を言っているんだい。大声でお願い。私は耳が悪いんだよ。はあ、どうして再診を受けない？それが聞きたいこと？はあ、ナターシャ先生はいい子で、診察でも毎回とても親切にしてくれる。でも私はもうこの年だ。少しの無理もできない。病気が治っても長くは生きられない。ただの無駄遣いだよ。それは若い人に言うべき言葉だよ。私の今の状況で健康な体を求めるなんて贅沢さ。実はうちの旦那も同じ病気だったんだ。あの人は私に薬を飲めと言っていたけど、自分は何もしていなかった。それからある日、コークに用があると言って出て行ったっきりになってしまった。あの人は前から言ってたよ。私よりも先に行きたいってね。本当にわがままな人だった。唯一の気がかりだった伴侶がいなくなったっていうのに、他に誰が私の寿命なんかを気にするんだい。そうだね。はあ、確かにあの子は私のことをとても気にかけてくれていたけど、彼女の負担になっている気がしてね。分かったよ。あんたの言うことを聞いてナターシャ先生のところにもう一度行くよ。また何か言ったかい？私は耳が遠くてね。サポートなんだって？ああ、聞こえたよ。もっと小さな声でいい。ないね。サポート会なんて聞いたことないよ。おばあちゃんは旦那さんのことを考えた結果、再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。再診を受けない理由を聞くとは、お前も患者か？それともナターシャ先生に言われてきたのか？彼女以外に俺のことを気にかける人間なんているか？今の俺にナターシャ先生の助けは必要ないんだ。俺の分の薬と心配は
他の奴らに分けてくれ。確執？そんなものはない。彼女は仮想部ではたった一人しかいない良心的な医者だ。だが彼女のやり方は非効率的だし、理想主義すぎるから賛成できないんだ。全員を救おうとすることは誰も救えないことと同じだ。そんなやり方では患者が苦しむだけだし、医者側だって疲弊する。何せ俺みたいな甲府は長期にわたる治療を受けることなんてできないからな。薬を飲んでもすぐに仕事に復帰し、金を稼ぐことができなければ生きていけないだろう。ワフ先生を知ってるか？彼が調合した薬は安くて即効性がある。ほんの少しリスクを負うだけでいいんだ。ワフ先生の薬はとても特殊で、それを飲んで治ったやつもいれば、症状が悪化して亡くなったやつもいる。だがリスクがあっても誰もが薬を手に入れようとした。なぜかわかるか？分かってるじゃないか。どんなやつだって追い込まれれば目の前のチャンスに飛びつくもんだろう。たとえそのせいで命を失いそうになってもな。俺らのような人間にとって緩慢で苦痛を伴う治療は死ねと言われているようなものだ。そんな苦しみを受け入れるぐらいなら思い切りのいい方を選ぶ。もう話は終わりだ。お前にこれだけ話しても意味がない。バフ先生はもういないんだ。は、なんだ、お前も特効薬に興味を持ったのか？こっそり教えてやるよ。難病重症患者サポート会という団体が今でも薬を売ってる。取引が行われている場所を教えてやってもいい。だが絶対に守るべきルールがある。絶対にナターシャ先生にだけはこの情報を教えるな。分かったか？もしルールを破ったら恐ろしい目に遭うぞ。ほら、これを持っていけ。難病重症患者サポート会が薬を売っている場所だ。もう一度言うぞ。絶対にこの情報をナターシャ先生に漏らすな。特効薬を売ってる場所は分かったけど、これからどうしよう。さっきの患者はナターシャに教えるなと言っていたけど、従うべきだろうか。止まれ。どこに行くんだ？薬を買いたい。分かったぞ。お前もバフ先生の特効薬を求めてきたんだな。ここを通る哀れなる老者はみんなお前と一緒だ。薬を買いたいのなら俺に言え。この先に進む必要はない。ああ、ちなみにここは現金支払いのみで後払いはダメだ。値段はサポート会が後から決めたんだ。バフ先生みたいに無料で与えるわけにはいかないが、診療所の女医者から買うよりは安い。おい、買うか買わないか早く決めてくれないか。お前とおしゃべりしてる時間はないんだ。待てよ、お前の格好、あの女医者の知り合いだな。前に診療所に行った時に見かけたぞ。間違いない。今すぐ消えろ。ここから離れるんだ。あの女の関係者を受け入れることはできない。今日はもう店じまいだ。俺に話しかけるな。
待ってくれよ。俺たちの薬はどうすればいいんだ。ずっと並んで待っていたのに。全員今すぐ消えろ。無駄口を叩くな。日を改めて来い。薬を売っていたやつ、すごく。まだ早いし、どこか行こうか。君の旅が病気や苦痛とは無縁でありますように。つまりサポート会は兄バフが残した研究成果を見つけたのね。そして彼らはいわゆる特効薬を一部の患者に売っている。そんなことをするなんて、やはり真っ当な組織なんかじゃなかったのね。そうでしょうね。私は特効薬を絶対に飲むなと言い張っていたから、彼らも私の態度を知っていたのでしょう。バフの残した薬、いいえ、あんなものは薬とは言えない。ただ実験の過程で生まれた副産物や試薬に過ぎないの。何度も警告しているのに、それでも彼らは聞く耳を持たない。道理でサポート会に関する情報をなかなか教えてくれなかったのね。その人たちが私に関する良くない噂話をしていたから、君はまず薬が売られている場所を調査しに行ったのね。君を責めたりなんかしないわ。私を信じてここに来てくれてありがとう。とても嬉しいわ。もしバフの特効薬が気になるのなら、診療所の患者に聞いてみるといいでしょう。どんな答えが返ってくるか、君自身で確かめて。バフ先生のことをわざわざ上層部から来てくれた善人だという人もいるけど、私はそう思わない。貧しい人たちの医者なんて言い方は自分で自分を感動させてるだけよ。バフ先生は無料で薬を配っていたけど、それを飲む人たちのことは大して気にかけていなかった。言葉は悪いけど、私たちは彼の実験台に過ぎなかった。病気が治るかどうかは重要じゃない。重要なのは彼のおもちゃになりたい人がいるかどうかよ。もちろん他の人の意見をどうにかできるわけじゃないから、これはただの私の憶測だけどね。バフの残した薬ですって。あんなもの本当に薬って言えるの？ナターシャがここにいるけど、はっきりと言わせてもらうわ。私からすればバフは道徳心が欠けていていい医者とは言えない。医者としての技術はあるけど、病をちゃんと治そうとは思っていないの。以前診察に行った時、どこが悪いのかも聞かずに特効薬を処方されたのよ。あなただったら何のためらいもなくその薬を飲める？君の旅が病気や苦痛とは無縁でありますように。バフのことをどうやって君に伝えるべきか、まだ考えがまとまっていないの。私たちの関係と、それから彼が下層部でしたこと、全て話そうと思えば長くなるわ。バフについていろいろな意見を聞いたはずよ。君の考えを教えてくれる？ねえ、君に会ってもらいたい患者がもう一人いるの。彼女は特効薬の被害者。薬物が患者にもたらす影響を君自身の目で確かめてほしいの。彼女の状況を把握したら、ここに来てまた意見を聞かせてちょうだい。その後にもう一つ頼みたいことがあるの。
して私は誰なの？夫はどこにいるの？子供はどこに？彼らはどこ？あなたは知ってるのね。あなたは知らない。彼女も知らない。誰も知らない。どこに行ったの？彼らはどこに？そこの若い子や、こっちにおいで。私とおしゃべりしましょう。かわいそうな彼女はそっとしておいてあげて。話したいことがあるの。かわいそうにね。彼女の夫と子供は病気で亡くなったの。そんなに深刻じゃなかったのよ。ただ寝込むことが時々あって、たまに仕事に支障が出るぐらいだった。だから病気を完治させるために特効薬とやらを手に入れた。その薬を服用するようになってから2人の病状がたちまち悪くなるだなんて誰も思ってなかったわ。あの苦しみようは死んだ方がマシだと思えるぐらいだった。それからしばらくして2人は間を置かずに亡くなってしまったの。それから彼女は今のようになってしまった。ナターシャ先生が率先して彼女の世話をしてくれたけど、そうじゃなければ、ああ、考えたくもない。仕方なかったのよ。リスクがある薬だと聞いていたし、運が悪かったとしか表現しようがないわね。少し話疲れたようね。今はできるだけ私と夫で手助けをして、彼女がいつかまた人並みの生活ができるようになることを望んでいるの。怪我をしたの？見せてちょうだい。彼女と話せた？その表情から察するに特効薬の性質を理解したようね。ええ、バフだろうがサポート会だろうが、彼らは下層部の人たちの心理をよく理解していた。お話を聞かせてあげる。昔上層部に腕のいい医者がいて、彼は薬の調合にも長けていた。その医者は人が極寒に耐えられるようになる薬を研究していたの。彼はその研究を吹雪免疫と名付けた。でも医者の研究は何度も暗礁に乗り上げた。被験者が少なかったのよ。体の免疫システムに手を加えるなんて大きなリスクを伴うから、上層部では誰も実験に協力しようとしなかったの。その結果、医者は下層部にいる妹に連絡を取った。医療の面で下層部の助けになりたいと嘘をついてね。それを知った妹は大喜びしたわ。何しろ彼女は医者としてずっと兄を目標としていたから。だから彼女は下層部にやってきた兄を迎え入れた。人に頼んで彼のために診療所と実験室を用意したの。その後のことは君も知ってるはずよ。
バフは貧乏な人たちに無料で薬を配っていた。けれどそれは薬の効果を試すための手段に過ぎなかったの。確かに彼の試薬は患者の苦痛をある程度緩和できたけど、それだけよ。試薬の効果でしばらくの間は苦痛が和らぐから、通常の治療がおろそかになる。その結果、軽症者は偽りの薬の効果で症状が良くなり、全ての功績は特効薬にあると思い込む。重症者の病状は悪化して死に至る場合もある。死に至った人たちのことをただの不運やリスクという言葉で片付けたくないの。責任感のある医者ならそんなことを受け入れるはずがない。だから正式に特効薬を回収する仕事を依頼したいの。引き受けてくれるかしら。ありがとう。こうすることで必ず特効薬に依存している患者を苦しめることになる。彼らの偽りの希望を打ち砕くのだから。でも情に流されず、必ずバフが残した薬を回収してほしいの。全ての責任と結果は私にある。だから君が不安になる必要はないわ。行ってらっしゃい。いい知らせを待っているわ。止まれ！この先は通行禁止だ。誰が騙されるかよ。お前はあの女医の手下だろ。俺たちサポート界の情報網をなめるなよ。どうやらあの女が俺たちの薬に目をつけてお前を送り込んできたようだな。野郎ども、遠慮するな。こいつを追い払え。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。どうした？今度は誰が喧嘩を売ってきたんだ？おや、有名なよそ者じゃないか。まさか泥棒や強盗の真似をするとはな。その度胸に免じて教えてやろう。私は難病重症患者サポート会の会長だ。目の前にあるこの薬は多くの会員の命に等しい。彼らの健康を損なうようなことをして本当にいいのか？患者たちは実に気の毒だな。せっかく命を救ってくれる特効薬を見つけたのに、君みたいな強盗が現れるとは。この下層部には多くの患者がいるが、あの診療所だけでは全員の面倒を見ることはできないだろう。私のサポート会は彼女が面倒を見れずにいる患者たちを助けている。私たちは感謝されるべきでは？どうしてもここをめちゃくちゃにしたいようだな。ここを見つけられたのなら、こちらも君を無事に返すわけにはいかない。お前たち、この薬泥棒を捕らえろ！くそ、私たちに何の恨みがあるんだ。なぜ私たちの金づるを奪おうとする？金づる？自分で認めたようね。薬を売るのは金儲けのためで、患者の命を救うためではないと。どこからやってきたんだ？くそ、どうして次から次へとトラブルが。
両親に目を背け偽の薬を売ろうと決めた日から何かしらのトラブルが起こることを予期していたはずよ。私には患者たちの命や安全を守る責任がある。言い換えれば患者の生命を脅かす危険要素は必ず排除しなければならない。全ての人間を救うことはできない。下層部にはたくさんの病人がいるっていうのに、どうやって全員を助けるつもりだ。そうね。私の力だけでは不可能よ。でももし必要であれば食事も睡眠も放棄して治療するわ。バフが下層部に残した負債は今でも私が肩代わりしている。私は倒れてでもここで人々の役に立てるように努力するつもりよ。意固地なやつだ。その辺は頭のおかしい兄と全く同じだな。褒め言葉だと思っておくわ。ありがとう。今日君は多くの下層部の人々を救ったわ。私は何とかして兄が残したこの試薬を処理する。もう二度とサポート会が彼の名前を使って悪さができないようにね。町に戻りましょう。まだ患者たちに説明してないもの。まだ早いしどこかへ行こうか。ナターシャが患者たちに囲まれている。何を話してるのか聞いてみよう。先生、何を言ってるんだ。特効薬の配布はもう終わりだと。ええ、その通りよ。あの薬には重大なリスクが潜んでいる。関連する仕入れのルートはすでに遅延が潰したわ。みんなの病気には合理的かつ科学的な治療が必要なの。むやみやたらに薬を服用する行為は症状を悪化させるだけよ。ふん、何が合理的科学的だ。自分の患者を奪われて嫉妬してるんだろ。ナターシャ先生にそんなことを言うなんて。おいばあさん、なんで彼女の味方をするんだ。特効薬のおかげで元気になったっていうのに今さら供給を断つだと。何なんだ。イライラする気持ちもよくわかるけど、担当医である私の判断も信じてほしい。私はみんながそれぞれの困難を乗り越えられるように医療物資を確保する方法を必ず考えるわ。必要があれば上層部にも助けを求めてみる。上層部忘れてたよ。先生は上層部のお嬢様だったな。ナターシャ先生に対してなんて口の利き方をするんだい。早く特効薬の代わりを見つけてみせろよ。じゃないと彼女がバフ先生を陥れたことを全員に言いふらしてやるからな。俺はもう行く。怪我をしたの？見せてちょうだい。あら、来てたの。ごめんなさい。気まずい場面を見られたわね。ええ。彼の立場になって考えればあんな反応をされても仕方ないわ。私にできることは彼のような患者を治療して
疑いを払拭することね。この話は後回しにしましょう。バフの残した騒ぎが一段落して胸の使いが下りたわ。今から彼とのことを全部説明するわね。何か質問があるのなら遠慮せずに言って。ええ、血はつながっていない。でも私たちは本当の兄弟よりも親しい間柄だったわ。私も実は孤児院で育ったの。上層部の家族の養子になってから人生が変わり始めた。養母は私を実の娘のように可愛がってくれたわ。バフもそう。実の妹のように扱ってくれた。少なくとも小さい頃は。養父母の家は代々続く医者の家系で、私たちは幼い頃からさまざまな医学の専門書に触れていたの。そして2人とも順調にベロブルグの医学院に入学し、その後も医療の道を歩いた。温厚で物静かだったわ。でも専門的なことに対してはまるで人が変わったように極端に固執するの。私が実験で失敗するたびに彼は鋭い言葉で責めてきた。でもいつも後から私に謝って慰めてくれたの。彼は矛盾を抱えた人だったわ。彼がリベットタウンに試薬を残していたなんて知らなかったわ。だから君から聞いた時少し驚いたの。完全に断ち切ることのできなかった過去は必ずいつか戻ってきて目の前に立ちはだかるのね。最初から説明するわね。バフには小さい頃からの夢があった。吹雪免疫という薬を作り出すことよ。彼は人間の体が寒さに弱いことを病気の一種だとみなしてた。だからそれに対抗するための薬を開発したいと考えてたの。そうすれば人々は雪原で強度を築き直すことができるでしょう。実を言うと吹雪免疫を実現できるかどうかはわからない。でも私は彼の理想とやり抜く力を尊敬してたの。だからずっと彼を信じてた。彼の上層部での研究がうまくいっていないことも知ってたから誘いの手紙をよく送っていたわ。孤児院で子供たちと一緒に過ごしましょうって。気分転換になればいいと思っていたの。でも当時の私はまだ若かったからわからなかったのね。長く続いた挫折がいかに人を圧倒し恐ろしい影響を与えるのか。彼は下層部で劣界の侵食をわずかに受けた患者たちに出会ったの。暑さや寒さに対して異なる反応を示す患者たちの体やその特徴に彼は夢中になった。そして彼はその効果を再現するようになったの。それが吹雪免疫の開発の後押しになると考えたのよ。彼の試薬に病を癒す効果なんてなかった。この世にそんな万能薬は存在しないわ。研究対象となる人の症状を短期間安定させて体の変化を観察しやすくするためにバフは試薬を作り出したの。いつの間にか何の罪もない住民に彼は試薬を配っていたわ。
私が異変に気づいた時にはもう恐ろしい研究によって彼の理性は限界まですり減っていた。全てが私の身近で起きていた。笑えるわね。親しい人に対する信頼が私の目を曇らせていた。彼の実験が明らかになった後、オレグと私はどうすればこの出来事に終止符を打てるのか、いろいろと話し合った。当時は下層部が封鎖される直前だった。だから下層部にシルバーメインはほとんどいなかったの。私たちはバフをどうするか長い間考えた。オレグは追放を提案したわ。彼が二度と下層部に足を踏み入れないようにすればいいと言ってね。もし真実を知られていたら、バフはきっと被害者たちの怒りに触れて八つ咲きにされていたはずよ。当時の私は若くて甘かった。オレグはきっと私の気持ちも考えてそんな提案をしてくれたのね。そうだといいけれど、真実を知った日、初めて兄が他人のように思えたわ。私とオレグは彼を上層部へと追放した。その時バフは最後の望みを言ったの。場外にある彼がずっと克服したいと願っていた雪原に行きたいってね。私の目の前で彼は雪の向こうに消えたわ。あの時から私は頭の中で繰り返し何度も自分に言い聞かせているの。バフはもう死んだってね。ごめんなさい。こういった話をするのは苦手なの。バフはひどい兄で最低な医者だったわ。君はそれだけ分かっていればいい。今日はここまでにしましょう。兄怪我をしたの？見せてちょうだい。君、時間はある？とても個人的なことなんだけど、手伝ってほしいの。前回特効薬を回収し処理してくれてありがとう。もう一度お礼を言わせて。でもバフの試薬を処理するだけでは医療物資不足を解消できない。すぐに対処できない患者も多くて、私の薬のストックも底をつきそうなの。君たちのおかげで上層階へとつながる路進の通路が再び開放されたでしょ。だからこの機会に上層部に行って支援をお願いしてこようと思っているの。君は本当に面白いわね。私が以前話した養父母のことはまだ覚えてるかしら。路進の通路が再び開放された時にあることを思いついたの。養父母宛てに手紙を書いて散歩に届けてもらおうって。あまり期待はしていなかったけど、散歩は母からの返信を持ち帰ってくれたのよ。返信を手にした時、私も君と同じことを思ったわ。父
父も母も昔と同じ場所に住んでいたわ。2人とももう仕事はしていないけど、学校や病院のつてはまだあるはず。運が良ければ仮想部用の医療物資を調達できるかもしれないわ。もちろんこの件とは別に両親との再会を望む気持ちも強いの。母の返信から私と同じように喜んでくれている気持ちが伝わってきたわ。可能であればの話だけど、君も一緒に来てくれない？よかったわ。これで一安心ね。すでにもう一度手紙を送って待ち合わせ場所を決めてるの。噴水広場の近くで落ち合いましょう。心配しないで。行政区の周辺は大体覚えているわ。まだ早いし、どこかへ行こうか。記憶の中の景色とあんまり変わらないわね。あ、来たのね。ごめんなさい、ぼーっとしてたわ。この賑やかな通りを見て。上層部の生活は昔のままね。まるで何も起こっていないみたい。母との待ち合わせまでまだ時間があるわ。ちょっと考えていることがあって、母に何かプレゼントをしたいの。君は私より上層部に詳しいでしょ。何かいい案はない？シアターね。面白そうだけど、母が今日の演目を気に入るかわからないわ。もう少し考えさせてちょうだい。そうだ、上層部には花屋があったはずよね。そこに行ってみましょう。ずっと下層部にいたから長い間花の香りを嗅いでないわ。僕を濡らさない。ソルスティシャル、夏至って意味よね。ここはずっとこの名前なの？子供の頃は名前に隠された皮肉に気づかなかったよね。ごめんなさい。今の言葉はあまり良くなかったわね。きっとこの店名には何か純粋で美しい願いが込められているんでしょう。今思い返してみると、私たち家族にとって花を贈ることはとても大切な儀式だった。父、母、バフ、それから私も思い出を作るたびにいつも花を贈って喜びを表していた。花にまつわる話を聞いてくれる？父は毎年結婚記念日に赤い紙に包まれたマリボタンを母に送ってた。マリボタンの花言葉は永久不滅の愛。まさに二人の結婚を表現するのに最もふさわしい言葉だわ。養父はベロブルグで有名な外科医だったの。だから父が執刀医を務める手術は常に医学界の注目の的になっていた。父は常に大きなプレッシャーにさらされていたわ。父が難易度の高い手術を終えるたびに、私と母は弾药花を買って彼の医療服の胸ポケットにピンで留めてたの。弾薬花の花言葉は温かな光に向かって。患者にとって父はきっと唯一の光だったはずよ。バフ、家族の中で最も花と縁遠いのが彼ね。でも彼が医学院の合格通知をもらった日に両親に連れられて花屋に行ったの。その時一番高い
伯爵夫人を買ったのよ。今でもはっきりと覚えているわ。その花をプレゼントした時、兄は笑ってくれたの。彼を笑わせるのは至難の業なのに。私はずっと自分の誕生日を知らなかったのよ。養父母は私を上層部に連れてきた後に養子縁組の日を誕生日にしようって言ったの。両親は毎年その日になると私に初雪八楽をプレゼントしてくれた。私と共に過ごした年と同じ本数の花を用意してくれたの。後から知ったんだけど、初雪八楽の花言葉は美しい記憶。私はまだ2人にありがとうと言っていない。私に素晴らしい幼少期をくれたことへの感謝を伝えていない。アルチョム、あなたは優しすぎます。わかりました。初雪八楽ですね。少々お待ちください。すぐに用意しますね。お待たせしました。どうぞ。またのご来店をお待ちしてます。選べた？どんな花を選んだのか見せてちょうだい。初雪八楽。ありがとう。この花は幼少期を思い出させてくれる。本当に幸せだったわ。この花びらのように真っ白で純粋だった。君ならきっと素敵な花を選んでくれると信じていたわ。両親もきっと喜ぶはずよ。行きましょう。もうすぐ約束の時間よ。待たせるのは良くないわ。寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。お母さん。ナタなの？早くこっちに来てちょうだい。お母さんに顔をよく見せて。久しぶり。ずっと会いたかったわ、お母さん。ごめんなさい、オスウェル。元気だった？この10年間父と母のそばにいてくれてありがとう。私は元気ですよ、ナターシャお嬢様。お嬢様は素敵なレディーになられましたね。旦那様がそのお姿を見られないとは。お父さんはどうしてここにいないの？まさか。3年前のことよ、ナタ。でも悲しまないで。お父さんは苦しまずに行けたわ。ごめんなさい、お母さん。この10年間そばにいられなくて、オスウェルにも苦労をいっぱいかけたわね。そんなことをおっしゃらないでください。旦那様と奥様のおそばにいられることは私にとってとても名誉なことです。それに上層部と下層部が行き来できなくなっていたのはあなたのせいじゃないでしょ。自分を責めないで。お母さん、話したいことがたくさんあるの。でも今はもっと重要なことがあるのよ。力を貸して。ごめんなさい。もっと再会を一緒に祝えればよかったのだけれど、家
想部にはまだ病気で苦しんでいる大切な人がたくさんいて、今はお母さんしか頼れないの。謝らないで、私の大事なあなた。下層部でのあなたの話を噂で聞いたわ。たくさんの人の命を救ったのね。お父さんもきっと誇りに思っているはずよ。我が家は医学院につてがあるから、薬でも文献でも問題なく入手できるわ。医者としての務めを果たしなさい、ナタ。この先再会の喜びを共有できる時間はたくさんあるはずよ。大丈夫よ。心の準備はとっくにできていた。それでも母の口から直接聞いた時、少し胸が痛んだわ。母の支援があればきっと下層部の医療物資不足は解消されるわ。そうすれば絶望している多くの患者たちも希望を抱くことができるはずよ。一日中母とゆっくり昔話をしたいけど、今はもっと大事なことがある。下層部に戻りましょう。助けを必要としている人たちにこのいい知らせを伝えないと。ナターシャお嬢様、お待ちください。オスウェル、母と一緒に戻ったはずよね。どうしたの？ナターシャお嬢様、申し訳ございません。実は直接お伝えしなければならない大事なお話があるんです。母の前では言えないことなのね。お嬢様は幼い頃と同じように鋭く聡明でいらっしゃる。実は上層部と下層部が封鎖されてから最初の2年間ほど、バフ坊ちゃんからの手紙が何通も届いていたんです。なんですって？バフからの手紙、本当なの？もちろんです。お嬢様、私が坊ちゃんの筆跡を見間違えるはずがありません。お嬢様もそうでしょ？実は坊ちゃんの手紙は全てお嬢様宛てでした。封鎖令のため下層部には届かず、旧宅に戻され、私が受け取っていたのです。なぜ父と母に手紙を見せなかったの？私は申し訳ございません、お嬢様。実は気になり、一度だけ手紙を読んだことがあるんです。中には旦那様と奥様には知られないようにと書かれておりました。ですので、見つからない場所に全ての手紙を隠して、お嬢様が上層部にお戻りになられた時に渡すことにしたのです。ナターシャお嬢様、この選択が正しかったのかどうか私には分かりません。私はただ旦那様と奥様が思い悩む姿を見たくなかったのです。今手紙を持ってるの？オスウェル、見せてちょうだい。もちろんです。どうぞ。お嬢様もきっと坊ちゃんの筆跡だとわかるはずです。骨身に応える寒さに自分の傲慢さを思い知らされた。寒さを吹き飛ばす魔法なんて温室育ちの子供が手に入れられるわけないだろう。彼バフはベロブルグを離れてからも吹雪免疫の研究を諦めてなかったんだわ。僕は放棄された建物に住み着き、吹雪の中で
一進一退の実験を繰り返した。僕は震えている。寒さのせいじゃない。僕が少しずつ成功に近づいているからだ。手紙の内容が本当なら、バフは雪原のどこかに実験室を作り、成果まで得ているはずよ。でもそんなことが本当に可能なのかしら。手紙を書いてまで嘘をつく理由はないわ。もちろんこの手紙を書いた時にはもう完全に正気を失っていたという可能性もあるけど。ねえ、ここを出て兄が残した研究成果を探したいの。一緒に来てくれる？ここを出る？ナターシャお嬢様、それはあまりにも危険です。分かっているわ、オスウェル。でも彼は下層部を救った英雄よ。必ず私を守ってくれるわ。そうでしょバフ。あれから何年も過ぎたのに、まだあの吹雪をさまよって。何でもないわ、独り言よ。行きましょう。過去の影を追いかける時が来たわ。ひどい寒さね。こんな環境下で人が生きていけるとは思えないわ。吹雪免疫なんてものが本当にあるのなら話は別だけどね。もっとペースを上げましょう。投資する前にバフの痕跡を見つけないと。見て、ここに実験器具のようなものがあるわ。バフが残したのかもしれない。廃棄された試験管やビーカーみたいな容器しかないわね。試薬のサンプル、実験記録のメモすらないわ。私は兄をよく分かってる。彼は実験に対して恐ろしいほど厳格だったわ。どんなに厳しい環境での実験でも結果の記録を怠ったことは一度もなかった。雪原の奥の方も探索したいんだけど、君は大丈夫？気温がどんどん下がってる。でもここまで来て諦めたくないわ。大丈夫よ。遅延のボスを見くびらないで。行きましょう。今まで考えたことはなかったけど、今回は剣奏者たちが崇める神が少しでも私たちに運を分けてくれることを祈りましょう。市民か。城壁の外にいるだと。おい、二人とも動くな。あのシルバーメイン、私たちに向かって叫んでいるのかしら。あ、忘れるところだったわ。許可なくベロブログを離れるのは犯罪だったわね。どうやら弁解が必要みたい。殊勝な態度ではあるが、今の話は信じがたいな。隊長、この医者のネックレスを見てください。彼女の言ったことは本当かもしれません。それはバフ先生と同じ。私と兄は確かに同じネックレスをしているけど、どうしたの？バフを知っているのね。あなたは本当にあの方の妹なのか？彼は俺たちの命の恩人だ。命の
恩人？そうだ。場外で巡回をしているシルバーメインは皆死と隣り合わせだ。モンスターが徘徊しているだけじゃない。毎年この極寒のせいで殉職する兵士は少なくない。バフ先生が残してくれた交換薬のおかげで氷像になる心配もなく、この雪原で野営や巡回をすることができるようになったのだ。交換薬？吹雪免疫ね。それは俺たちにもわからない。バフ先生はいつも神出鬼没で、俺たちの正体は一度しか会ったことがないんだ。彼はあまり話をしたくないらしい。毎回薬箱を特定の場所に置いて巡回している隊に持って行かせているんだ。彼の薬の効き目は強力で、小さな瓶一つで1週間は寒さを感じなくなる。そういえば前にバフ先生が目撃されてからだいぶ経っているな。だいたい3年くらいか。無事だといいが。つまり彼は本当に雪原で実験を成功させたのね。それで君たちは薬に副作用はないの？副作用？特に何も感じないな。不便な点があるとすれば、薬が切れるまで町に戻れないことだろうか。体中が熱くなるから、町に戻るとあまりの暑さに汗だくになってしまうんだ。情報を提供してくれてありがとう。私たちはもう少し雪原の奥まで行って兄の安否を確認するつもりよ。どうやら決意は固いようだな。護衛をつけたいところだが、勤務中の小隊が無断で持ち場を離れることは固く禁じられているんだ。こうするのはどうだ？これはバフ先生の交換薬だ。持って行ってくれ。話が本当なら二人とも自分で自分を守れるだろうし。ありがとう。もらっておくわ。待って、あそこにモンスターがいるわ。見えた？モンスターの後ろに何かがあるよね。そうだわ。吹雪免疫。飲むかどうかは君が決めて。戦闘準備はバッチリよ。君の背中は私に任せなさい。終わったわ。こんなに近くで君が戦う姿を見たのは初めてね。かっこよかったわ。さすが仮想部の英雄ね。向こうを調べてみましょう。バフに関するものが見つかる予感がするの。これは実験記録。バフの筆跡よ。ここが彼の最後の実験室だったのね。君も見ていいわよ。最後の実験は2年前のようね。その後に何が起きたのかしら。実験記録の内容から察するに、彼は今も吹雪免疫を改良する方法を探しているようだけど。兄さん、一体どこに行ったの？どこに？ごめんなさい。取り乱してしまったわね。オスウェルが保管していた手紙を見たとき、わずかな希望が胸に芽生えたの。こんな危険な場所までついてきてもらったのは私のわがままよ。
彼がしたことは許せないわ。でも兄に会いたいという気持ちをごまかすことはできない。さっき私は喜ぶべきだったのかもしれないわ。完璧とまではいかなくても彼の忍耐は報われた。彼は心の安寧を得たのかもしれない。君の言う通りね。バフが犯した罪は許しがたいものであり、医者という肩書きに泥を塗るものよ。悪魔の手から生まれたものだとしても、吹雪免疫は後世の人々の助けになる。人という生き物は本当に矛盾だらけね。これらの実験記録と資料は持っていくわ。バフの未完の研究は私が引き継ごうと思うの。いつの日か完璧な吹雪免疫をこの世に誕生させてみせる。でもここを離れる前にもう一つだけ手伝ってほしいことがあるの。これが最後だって保証するわ。これでいいわね。吹雪の中で少しでも長く立ってくれるように祈るわ。確かにそうね。少し考えてもいいかしら。バフ、我が兄、これでいいでしょう。私の最後の願い事を見守ってくれてありがとう。さようなら、兄さん。父の教えをまだ覚えているかしら。医者に患者を選ぶ権利はない。子供たちよ、覚えておきなさい。助けを求めてきた人を決して見捨ててはいけない。決してだ。